安く東京生活を満喫したい、23区から脱出だと考えている人に山手線駅まで30分の街を紹介。今回は新宿駅まで30分圏内の中央線沿線の市を調査しました。対象は武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市の6つの市となります。中央線沿線で引っ越し先を探している人はぜひ最後までご覧ください。こちらの動画は以下の流れで各市を紹介します。まずはじめにそれぞれの市を数値で比較、続いて数値では比較しにくい魅力をご紹介、そして最後に全体を通しての総括となります。それでは早速数値での比較から紹介します。なお比較項目は都心へのアクセス、人口、治安、物件相場、1000人あたりの医療施設数、育児環境の6項目です。まず最初の都心へのアクセスですが、新宿から近い順の評価となります。15分以内で新宿駅まで行けるのは吉祥寺駅を有する武蔵野市と三鷹市の2つのみとなります。新宿駅まで倍の30分近くかけられるなら国立市、立川市まで引っ越し先の候補となるでしょう。人口に関しては三鷹市が19万人と最大の町となるようです。また三鷹市のみ唯一2045年の将来人口が現在よりも増える予測となっています。日本全国が人口減となっていく中、三鷹市は人口が増えていくということで不動産価格の減少幅が他の市と比べて少なくなる可能性があるかもしれません。治安に関してですが、人口1000人あたりの犯罪認知件数は三鷹市が一番少なく 3.81 件となるようです。反面、犯罪認知件数が一番多い市は武蔵野市となりました。巨大なアーケードや多くの飲食店があることがその原因かもしれません。物件相場は新宿に近い武蔵野市、三鷹市、小金井市が相対的に高いようで、そこからさらに離れると価格が落ち着いてくる傾向にあるようです。シンプルに都心に近くなれば高くなるものです。通勤・通学の時間と物件相場のバランス、よく吟味して考えるべきでしょう。1000人あたりの医療施設数は武蔵野市が 1.36 件と一番多く、次いで国立市、国分寺市となります。武蔵野市の 1.36 件は非常に優秀な数値で、今回調べた町の中では横浜市中区に次ぐ第2位となりました。このように武蔵野市の医療施設数は首都圏でも有数となるのですが、国分寺市、国立市、立川市も他の市と比べるとかなり多い方に分類されるようです。最後に育児環境について紹介します。2021年の待機児童は武蔵野市のみ0人となっていました。対して他の市は大小差あれど待機児童は発生してしまっているようでした。それぞれの項目をグラフにして見てみましょう。このように比べてみると各市で違いがあることよくわかりますよね。都心へのアクセスは武蔵野市、三鷹市、将来人口は三鷹市、治安も三鷹市、物件相場は国分寺市と立川市、医療施設数は武蔵野市と国立市、育児環境は武蔵野市が優れているようです。ご自身が重視するポイントで引っ越し先を選んでみると良いかもしれません。続いて数値では測れない各市の良い点を紹介していきます。今回は都心への迂回路、空港バス、充実した商業施設、液状化リスクの4点を紹介します。まず第一に今回紹介しております6つすべての市は中央線が止まってしまったとしても別の線で都心まで迂回が可能となっています。例えば武蔵野市と三鷹市であれば渋谷駅から京王井の頭線が、小金井市は西武多摩川線と京王線を乗り継ぐことで新宿駅まで出られます。国分寺市は北に位置する西武線ルートと南の武蔵野線、南武線、小田急線ルートの南北複数選べます。国立市は南武線が通っていますし、立川市も多摩都市モノレールと西武線を使う北ルートと南武線、京王線を使う南ルートの複数選択が可能です。鉄道が一つしかないエリアだとその線が止まってしまったら立ち往生で動けません。しかし中央線沿線のこの6つの市であれば迂回ができるため、中央線が止まってしまっても都心との行き帰りの計算が立ちます。これはものすごい強みと言えるでしょう。なお鉄道に関して言うと小金井市にはもう一つ大きな魅力があります。
それは市内の武蔵小金井駅は近くに車両基地がある関係から東京方面、高尾方面それぞれ始発電車が出ています。満員電車で有名な中央線において座って通勤通学ができるというのは小金井市の大きな魅力だと言えます。第2に今回紹介しました6つすべての市は羽田空港までバスが出ています。中央線沿線の各駅は空港まで直通の電車が走っていません。そのため電車で空港まで行こうとすると旅行や出張で使う大きなスーツケースを引きずりながら乗り換えをしなければなりません。階段を使ったホームの移動とても大変ですよね。なのですがこれら6つの市は羽田空港まで乗り換え不要のバス便が出ているため移動がとても楽なのです。本数は電車ほど多くないため時間の融通はつきにくいですが、それでも乗り換えなしで行けるバスがあるというのはとても大きな魅力と言えるでしょう。第3に武蔵野市と立川市はそのエリアだけで買い物が完結する商業施設があるのも大きな魅力です。武蔵野市であれば吉祥寺のサンロード商店街はもちろん丸井、パルコ、東急百貨店、ロフト、ヨドバシカメラなど多くの商業施設があります。また立川市は IKEA、ララポート、伊勢丹、ビッグカメラ、ドン・キホーテなどがあります。このように武蔵野市と立川市はほぼほぼ市内で買い物が完結してしまうほどの充実した商業施設を有しています。これはとても大きな魅力と言えるでしょう。最後に今回紹介した6つの市は液状化現象のリスクが少ないことを紹介します。東京23区や千葉、神奈川の沿岸エリアは埋め立て地も多いため何かがあった場合液状化現象のリスクが懸念されます。対して今回紹介しましたエリアは埋め立て地ではないため液状化しにくい場所となります。ただし多摩川などの河川に接しているエリアはその限りではありません。ただ相対的には液状化は起こりにくいという点も6つの市に共通した魅力と言えるでしょう。ここまでの内容をおさらいします。まずは前半で紹介しました数値での比較です。これはどの沿線でも変わらない傾向ですが、やはり都心に近い方が物件相場は高くなりがちです。また将来人口と治安は三鷹市が一番良いようです。医療施設数は1000人あたりの数で見ると武蔵野市と国立市が首都圏でも有数のエリアとなるようです。育児は待機児童だけで見れば武蔵野市が頭一つ抜けている印象でした。また数値以外の点で見ると6つの市共通で中央線以外にも都心への鉄道ルートを有しており空港バスが通っているようでした。さらに一部の河川周辺はその限りではないですが液状化現象にも強いエリアということが分かりました。以上、ここまでの内容はいかがでしたでしょうか。今回実際に各市に訪れたりいろいろと調べて本動画を作成しましたが、私自身はこれら市で生活したことはありません。ということで動画をご覧くださいました皆様の中で今回紹介したエリアで暮らしている人がいましたら、その場所の良い点や悪い点をコメント欄で教えていただけますと幸いです。中央線沿線に引っ越そうと思っている人の参考にきっとなるはずです。ぜひコメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今回紹介しました通り、こちらのチャンネルではいろいろな街を紹介しておりますので、もしよろしければチャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。それではまた別の街でお会いしましょう。